どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした新たなる野望についての動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てやってください。一つの動画でいろいろ語ったことで、皆さんに自分が何を考えて、これから何をしていくのかを大体把握してもらえたと思うので、今回は早速新たな水槽を立ち上げていきたいと思います。個人的に最近の立ち上げの中で一番ワクワクしているので、自分でも驚いています。こういう時って自分の場合はだいたい考えてからやり始めるまでがピークで、結局うまくいかなくなって尻すぼみしていくパターンが多いんですけどね。それもこれもやってみないとわかんないだろうということでやっていきます。それでは早速やっていくんですが、これから何をしていくかおさらいすると、砂利を使ったダッチアクアリウム風水草ストック水槽を作ることです。砂利での水草育成は難易度が高いというのは皆さんも知っているところではあると思いますが、ケト土という植物が堆積してできた保肥性の高い土を使うことでカバーしていきます。こちらの考えは月刊アクアライフ内で掲載されていたそのアクアプランツファームの園原さんという方の記事を参考にさせていただきました。材料自体は推奨されているものを一切使っていないため全く同じではありませんが、大体同じなのではないかというもので構成されております。ちなみにきっかけはそのアクアライフ内の記事ではありましたが、このダッチアクアリウム風水草ストック水槽を作るという野望を実現させるために、他にもいろんな情報を参考にさせてもらいながら計画しました。自分の知らない情報に多く触れることができ、やはり調べるというのは能動的に動かないといけないんだなと当たり前のことに気づかされましたね。というわけで早速水槽を立ち上げていきます。使用するのはこちらの60センチ規格水槽。通常であれば後ろはライトスクリーンに統一しているんですが、水草メインでレイアウト素材を使用しない水槽だったら、後ろは黒のバックスクリーンの方が映えるのではないかということで、珍しく黒をチョイス。ただ黒だと撮影時にバチクソ映り込むんで注意が必要です。それでは肝心の定床作りから始めていきます。まずはケト土を開封。今回は2リットル ×4 の8リットルあるため、さすがに足りると思います。定床のメインとなる砂利、津軽プレミアムも4キロを8袋も購入しており、正直60センチ規格水槽では使い切れないくらい買ってます。ワンチャン90センチ水槽でやろうかなとも思ったんですが、さすがに1つしかない90センチ水槽をこの博打新規水槽の生贄にする自信はなかったので、ひよって60センチ水槽にしました。ちなみにケト土はこんな感じで、まさしく自然の堆積物といった感じ。パッケージングされていないのにある状態で存在していたら絶対素手で触りたくないビジュアルですが、植物が堆積したものなので特に汚いとかそういうわけではないと思います。当たり前のように泥遊びしていた童心に帰り土いじりをしていきます。ケト土はご覧のように自然の堆積物であるため結構ダマになっているものが多いです。割ってみると大きな植物というか木の塊っぽいのもあるので、定床に使用する際はできるだけ砕いておいた方がいいと思います。映像には残しておりませんが、このケト土のビジュアルを撮影した後に素手で塊になっている部分を崩して鳴らしました。ちなみに見た目臭そうですけど全くそんなことはなく、爪の間に土が入り込んでしまうアクシデント以外は特に問題ありませんでした。そんな感じで鳴らした状態がこちら。さすがに2リットルじゃ少なそうですね。定床は今後長く付き合っていく必要があるため、ここでケチってはいけません。ということでもう一袋を追加。これが吉と出るか凶と出るかは分かりませんが、足りないより多すぎるくらいがいいと思って突っ走ります。増えた分は
減らせばいいですけど、もともとない分は増やすのが難しいですからね。そんな感じで2袋、合計4リットル入れた状態がこちら。先ほど同様、手で塊を潰し、均等にならした状態です。セット直後はこれくらいでいいかと思ったんですが、改めて見返してみると、もっと入れとけばよかったなと思いました。なんか薄いですよね。これ、後々後悔しそうな予感しかしません。続いて出てきたのはこちら。テトライニシャルスティック。こちらは水槽肥料では定番の固形肥料です。基本的にカリウムが中心の肥料らしいんですが、ケト土の栄養分を補う目的で入れるんだと思います。これもそのメソッドの受け売りです。規定量って言ってましたが、結構な量入れてますね。これどれくらい入れたのか編集時現在では忘れてしまったんですが、少なくとも規定量を下回っていることはなさそうです。続いて出てきたのはこちら、津軽プレミアムです。こちらは前回からずっとお話ししている程よい感じの砂利です。色味もちょっと温かい感じで角も丸く、比重も重くて植栽もしやすいという万能定称です。水洗いしなくてもそこまで水槽が濁らないのもいいポイントですね。まずは1袋全部ぶちまけます。全部入れた状態がこちら。全然足りないですね。4キロだと定称全体を覆えるかどうかすら怪しいレベルです。なのですかさず2袋目を投入していきます。8袋も買ったから躊躇がないですね。こういう時に余裕を持って爆買いしておいたメリットが出てきました。この時に4袋しか買ってなかったら定称を入れるのもケチりそうですしね。2袋目は一気にドバッと入れました。その後プラスチックのヘラで慣らしていきます。先ほどは結構心もとない量でしたが、2袋入れるだけでだいぶいい感じの厚みになってきましたね。というか久しぶりにこうやって砂利をいじってますが、ソイルのように扱いを丁寧にする必要がないのがストレスフリーでいいですね。ソイルの場合は粒を潰さないように慎重に扱わないといけないので、作業する上でもちょっと気を使わないといけないんですが、砂利の場合はどんなに頑張っても潰せないので、乱暴に扱っても問題ありません。こういうところが長期維持に向いている理由の一つですね。そんな感じで均等にならし終わったら厚みを測ってみます。ケト土と合わせてだいたい4センチといったところでしょうか。もうちょっと欲しいですね。定称の厚みが薄いと植栽もしづらいですし、ケト土の養分が一気に放出されそうなので、もっと持っていきます。というわけで追い津軽プレミアム、まだまだ在庫はあるのでガンガンいきます。ちなみに砂利は雑に扱っていいけど、砂利が擦れて水槽が傷つくから、もっと丁寧に扱った方がいいと思われるかもしれませんが、そもそもこの水槽めちゃくちゃ壁面に傷がついてるんで、今更気にしてもしょうがないです。砂利、水槽ともに雑に扱っていい条件が揃っているので気が楽ですね。そんな感じで先ほど同様鳴らしたら高さを測ります。だいたい6から 6.5 センチといったところでしょうか。正直もうこれくらいでいいんじゃないかと思ったんですが、なんかやっぱもっと入れたいよねってことでもう一袋追加。ここまで来ると微調整とかそういう概念もなく、当たり前のように1袋一気に入れてます。これで合計4袋、16キロの津軽プレミアムが入りました。さすがにこれだけ入ると厚みが違いますね。さながらロータイプ水槽かと見まがうくらいの定称の高さになってきました。一応ダッチアクアリウムという体なので、少し奥に傾斜もつけているため、必要以上に入れている節もあります。正直ダッチアクアリウムの定義は知りませんし、特にこだわりもないんですが、一応水草のみを敷き詰めたらダッチっぽくなるかなということで、あくまで風ということでやっていきます。ダッチアクアリウムガチ勢の方が見たらそっとするくらい適当だとは思いますが、多めに見てやってください。そんな感じで鳴らし完了したんですが、先ほどの映像と見比べてみて高さが前後均等になってますね。これは追加フラグです。ということでまさかの5袋目投入。なんか物足りない感じがしちゃったんです。
逆に買いすぎて使い切らなきゃみたいになってませんかねこれ。と言いつつ先ほどよりもだいぶ控えめに入れてます。結局この時は1袋全部は入れず、おそらく3分の1か2分の1くらいでセーブしておきました。さすがに低床が厚くて圧迫感がありますね。傾斜をつける前というのもありますが、すでに低床の高さは7センチを優に超えています。ここから多少の傾斜をつけていきます。正直傾斜がついているかどうかはわからないレベルの変化なので、やってる自分も何をやってるのかよくわかってません。というわけで低床が無事に完成しました。ゲト土4リットル、津軽プレミアム約18キロというなかなかリッチな低床を作ったわけですが、これからが本番です。本当にソイルで水草が育てられるのかはこれからの経過次第となっています。正直もうちょっとケト土入れておけばよかったと今でも後悔しているんですが、言っても仕方がないのでこのままやっていきます。次回は植栽する水草を紹介し、ダッチアクアリウムっぽくしていく作業をお届けしていきます。なかなか悪戦苦闘しておりますので乞うご期待。というわけで今回はここまで。